アナハイムエレクトロニクス社の歴史。機動戦士ガンダムシリーズの世界である宇宙世紀において、たびたび製造メーカーとして登場するアナハイムエレクトロニクス社は、様々なモビルスーツを開発し、敵、味方問わず各種陣営に納品することで、死の商人とも呼ばれる、ガンダム世界から欠かせない重要な企業です。今回は、そんなアナハイムエレクトロニクス社について、始まりである、機動戦士ガンダムの舞台、宇宙世紀0079から、すべての歴史を解説させていただきます。アナハイムエレクトロニクス社は、漫画アナハイムレコードによると、宇宙世紀0079以前、本社は地球の北米にあるとされるものの、本社所在地は明確にされておらず、実質は月のグラナダが本社機能を果たしているとされています。電子・電気機器の製造販売を行う軍産複合企業であり、一般家電製品で業績を上げていた一方で、宇宙開発に盛んに出資していた企業とされています。そして宇宙世紀前期、特許をめぐる事案でラプラスの箱を持つ後のサイアムリストとなる青年の支援を受けて急成長が始まり、月面都市グラナダに本社を持つまでに発展しました。そんな中、宇宙世紀0079、機動戦士ガンダムの世界において、ジオン公国が地球連邦政府に対してコロニーの独立戦争を挑みました。一年戦争と呼ばれるこの戦いにおいて、あまりアナハイムエレクトロニクス社の名前は出てきません。しかし、エンターテイメント、バイブル1機動戦士ガンダム、モビルスーツ大図鑑11年戦争編によると、ジオン公国占領下の月面都市グラナダで、アナハイムエレクトロニクスが、ザク2のバリエーション機体の製造を行っていたとされているほか、小説版ジオニックフロント、機動戦士ガンダム0079一巻では、フェンリル隊のゲラート少佐が、機材の多くにアナハイムエレクトロニクス製品が使用されていることから、戦争の勝敗にかかわらず、真の勝者はアナハイムエレクトロニクスではないか、と複雑な気持ちになる様子が描かれています。また、一年戦争時は、ジオン公国のモビルスーツ開発を支えた企業が数多くありました。最初のモビルスーツであるザクやランバラルが登場し、ガンダムを苦しめたグフ、遅すぎた秀逸モビルスーツであるゲルググを開発したジオニック社。常にジオニック社と競合し、ズダや10モビルスーツのドムを開発したツイマッド社。モビルアーマーに強みを持ち、ズゴック、グラブロ、ビグロなどを開発した MEP 社。そして、水陸両用モビルスーツアッガイを開発したスウィネン社。このような軍需企業があります。さらに、モビルスーツ本体の製造メーカーの他にも、武装やパーツ関連を開発して第一線を張る企業が数多く存在していました。こういった点から、一年戦争時点のアナハイムエレクトロニクスは、すでに軍事産業へ取り組んでいるものの、矢面には出ない企業であったと推測されます。また、漫画ジョニー・ライデンの期間では、連邦の下請け組み立て業務がルーツだったことが描かれています。ただし、機動戦士ガンダムジオリジンでは、アムロの父親であるテムレイが、アナハイムエレクトロニクスのモビルスーツ開発部長として、ガンキャノンの開発責任者を務めているほか、ジオリジン、漫画版では、ガンダムやガンキャノンの開発は、地球連邦軍協力のもと、アナハイムエレクトロニクスが行ったという設定にされています。一年戦争終結後、宇宙世紀0080、アナハイムエレクトロニクスは、軍事産業への本格参戦を決定し、ジオン公国の軍事産業系企業の買収に動きます。そして、ジオニック社、ツイマッド社、MEP 社、スウィネン社の全てを傘下に収めることに成功します。また、連邦系の企業においても、ガンダムが装備するビームライフルなどを開発したブラッシュ社とセイバーフィッシュなどの航空機メーカーであるハービック社を吸収します。そして、月面のフォン・ブラウン飛行外に、アナハイムビルという自社ビルを建造し、月面に多数の工場を保有して以降は、ラビアンローズという研究施設を兼ねたドック艦を建造しました。こうして、アナハイムエレクトロニクス社は、モビルスーツ開発製造に経営方針をシフトしていったことにより、歴史の表舞台に立ちました。特に、ジオン系の技術は、アナハイムエレクトロニクスか、アクシズに逃れたネオジオン陣営しか持たない技術となったので、相対的に、アナハイムエレクトロニクスの価値が高まる結果となりました。なお、漫画、ジョニー・ライデンの期間では、ジオニック社などは、連邦軍とアナハイムエレクトロニクスが半々で売却することになり、その結果、ジオン共和国は、その多額の資金で早く復興できたということが語られています。3年
生き恥をさらしこの時を待った。宇宙世紀0083ジオン系の技術に強い企業として成長したアナハイムエレクトロニクスは、地球連邦軍主導でガンダム開発計画、別名ガンダムプロジェクトを行うことになります。一年戦争終結後、地球連邦軍はジオン公国軍から接収した資料や施設からジオン脅威のメカニズムを知ることになりました。そこでモビルスーツのさらなる高性能化を目指して立案されたのがこのガンダムプロジェクトです。この当時の地球連邦軍は新型モビルスーツの開発体制が整っておらず、またアナハイムエレクトロニクスがジオン系軍事メーカー最大手だったジオニック社を吸収合併していたこともあって、この計画の管理責任者となるジョン・コーゲン中将が外部委託推進の方針を取り、アナハイムエレクトロニクス社が手掛けることになりました。 GP シリーズ開発は今後の連邦軍からの大量受注を受けるためにもアナハイムエレクトロニクスが社運をかけた一大プロジェクトとして始動します。これによりアナハイム製の超高性能ガンダム5機が設計されました。アナハイムエレクトロニクス社内でも連邦系技術を得意とする先進開発事業部クラブワークスが担当し、連邦軍の要望を最大限盛り込んだ仕様として設計され、 GP01 から GP04 までの4機の原型となったガンダム試作0号機ブロッサム、そして RX78 ガンダムをベースとして人型兵器としての性能を最大に引き出すことをコンセプトとして、0号機と同じくクラブワークスによって開発されたガンダム試作1号機ゼフィランサス。アナハイムエレクトロニクス社内でもジオン系技術を得意とする第2研究事業部が開発を担当したガンダム試作2号機サイサイス、1号機と同じくクラブワークスによって開発されたガンダム試作3号機ステイメンおよび航空系のグループ企業やモビルアーマーの開発経験が豊富な旧ジオン系のメカニックが合同開発したアームドベースオーキス、そしてそれらをドッキングした姿である拠点防衛用大型機動兵器ガンダム試作3号機デンドロビウム、そして2号機と同じく第2研究事業部が担当したものの、ガンダム試作1号機フルバーニアンとコンセプトが被ったために開発が中止されたはずの機体であるガンダム試作4号機ガーベラとなります。機動戦士ガンダム0083スターダストメモリーの劇中では、1号機と2号機の重力化における性能テストのためにアナハイムエレクトロニクス社のシステムエンジニアであるニナ・パープルトンが強襲揚陸艦アルビオンに搭乗し、トリントン基地に降り立ちました。そしてトリントン基地へ搬入された2機のガンダムのうち、ガンダム試作2号機がジオン残党のデラーズフリートによって奪取されるところから物語が始まります。1号機と2号機は戦いの末共に大破しました。聞こえているかガトー、返事をしろ。貴様に話す舌など持たぬと言ったはずだ。その後コウ・ウラキはラビアンローズにてアナハイムエレクトロニクス社の社員であり、試作3号機の担当システムエンジニアであるルセット・デビーの協力のもと3号機を強奪し、ノイエジールに登場するアナベル・ガトーと戦いを繰り広げていきます。一方でガンダム試作4号機はスターダストメモリーには登場しませんが、アナハイムエレクトロニクス社のオサリバン・ジョウムが悲しき過去を持つ宇宙海賊の女帝シーマ・ギャラハウと密約を結び、ジオン系モビルスーツに見えるように改装されたガーベラテトラとして譲渡しています。このようにアナハイムエレクトロニクス社は0083のデラーズ紛争時には連邦系の技術とジオン系の技術の両方を持ち合わせた企業として成長しており、さらにテロリストだろうと反連邦組織だろうとジオン残党だろうと金さえ払えば相手の身分を問わず誰でも顧客にするという性格が見て取れます。お前は一体どっちの味方だ。オサリバン・ジョウムがテロリストであるシーマとつながりがある理由の一つとして、アナハイムエレクトロニクスのグラナダ支社が一年戦争時にジオン占領下であったこともあり、元キキリアの部下であるシーマやジオン残党とつながっていたということが考えられます。またアナハイムエレクトロニクス社が利益を拡大するためには連邦軍のみならずジオン軍へも兵器を供給する必要がありますが、ジオン軍へ兵器を供給することは当然ながら連邦軍が認めません。そんな中、アナハイムエレクトロニクスの強力な兵器の供与を求めるシーマとテロリストから脅迫されたというジオン軍への兵器供与の理由付けが欲しいオサリバン・ジョウムの利害関係が一致した結果、シーマの手に4号機が手渡されました。しかし最終的にシーマはデラーズ紛争で戦死し、
オサリバン常務は紛争終結後に自殺したとも謀殺されたとも言われています。デラーズ紛争終結後、デラーズフリートの残党はハマーン・カーン指揮下のアクシズへ敗走しました。一方で地球連邦軍は戦いには勝利したものの、核兵器搭載モビルスーツであるサイサリスを奪取されたことや、北米穀倉地帯へのコロニー落下阻止作戦を失敗したことなど、数々の作戦失敗を重ねてしまいました。そこで事実の露呈を恐れた地球連邦軍はアナハイムエレクトロニクス社に対して GP シリーズと関連する全てを取得し、研究成果や技術そのものも封印するという内容の機密書類を締結します。アナハイムエレクトロニクス社としても、オサリバン常務によるデラーズフリートとの試作4号機の裏取引があったことから GP シリーズを公にできないという事情がありました。ただし GP シリーズのモビルスーツのような機密度が高いもの以外は規制されていないので、一年戦争末期すでに提案されていた技術である全天位周囲モニターのような技術は規制対象から除外されています。こうして社運をかけた一大プロジェクトであったガンダム開発計画は初めからなかったこととして抹消されてしまい、アナハイムエレクトロニクス社は大きな損失を被ることになりました。そして同時にデラーズ紛争でジオン軍残党の脅威を知った地球連邦軍はジオン残党狩りを目的とした精鋭特殊部隊ティターンズを設立します。もともとジオン系の企業を吸収して成長したという経緯を持つアナハイムエレクトロニクス社は、新スペースノイド派が多く存在する企業であるため、スペースノイドを良しとしない地球連邦軍からは警戒すべき存在でもありました。そんな中、ティターンズが台頭したことで地球連邦軍内のスペースノイド排斥派の圧力が強くなったため、アナハイムエレクトロニクス社を地球連邦軍内部から排除する動きが強まっていきました。こうしてアナハイムエレクトロニクス社はデラーズ紛争の余波が大きく、企業の存続さえ危ぶまれる事態に陥っていくことになります。そんな中、宇宙世紀0085アナハイムエレクトロニクスの重役はウォンリーの仲介で地球連邦軍の高官ブレックス准将とシャーズナブルに会うことになります。ブレックスとシャーはティターンズに対抗する組織を立ち上げるため、アナハイムエレクトロニクスモビルスーツ開発の援助を求めたのでした。万が一シャーへの援助が地球連邦政府にバレた場合、さらに苦境に立たされる危険性が高いアナハイムエレクトロニクスは協力するか悩みますが、シャーは2つの提案をします。1つ目は1年戦争後にシャーが潜伏していたアクシズで入手した新素材ガンダリウムガンマを提供するということ。2つ目はティターンズが開発する次世代のガンダムタイプモビルスーツを奪取して提供するということ。こうしてアナハイムエレクトロニクスはシャアの新組織エウーゴのバックアップを決定し、新型モビルスーツの開発に取り組んでいきます。ゼータ計画は詳細がはっきりされていない計画です。アナハイムエレクトロニクスとエウーゴの共同開発計画全般を指すという説や、エウーゴの主力モビルスーツを開発する計画という説、そして次世代の可変モビルスーツ開発計画を指すこともあります。なお、漫画アナハイムレコードによると、ティターンズが可変型モビルスーツのムーバブルシステムを確立して戦線投入した場合、アナハイムエレクトロニクスが大打撃を受けることから、可変型モビルスーツを完成させることがゼータ計画の目的とされています。まず最初に開発されたのが、開発コードガンマ RMS099 リックディアス、通称ガンマガンダムです。新型モビルスーツ開発当初、アナハイムエレクトロニクスはエウーゴから高性能量産型という要求を受けて、プロトタイプリックディアスを開発したものの、出力不足の問題が生じたことから、ガンダリウムガンマを採用してリックディアスを開発しました。リックディアスの開発には、アナハイムエレクトロニクスの中でも、旧ジオン系の技術者が多く携わり、ドムシリーズの最終量産型ドワスが直接の原型になりました。そこにエウーゴの技術を集約した結果、リニアシート、ガンダリウムガンマ、試作型のムーバブルフレームを採用した初の第2世代モビルスーツとして完成しました。ブレックス准将はガンダリウムガンマを採用していることからガンマガンダムと名付けましたが、最終的にクワトロによってガンダムの外観をしていないことからガンダムの名を外され、リックディアスとなりました。アナハイムエレクトロニクスはリックディアスの開発と同時に強襲用宇宙巡洋艦アーガマも完成させます。そしてクワトロ、アポリー、ロベルトがリックディアスに登場してティターンズの新型ガンダムのダッシュに向かうのでした。そして次に開発されたのが開発コードデルタ
MSN001 デルタガンダムです。デルタガンダムはダッシュに成功したティターンズの新型機ガンダムマーク2の技術を取り入れて開発されました。可変機としてシミュレーションされたものの、可変機構のムーバブルフレームの強度問題が解決できなかったので、最終的に非可変機百式機として完成しました。なお、漫画アナハイムレコードではデルタガンダム開発時に変形がうまくできないことで、上層部からティターンズの技術を取り入れるのは無理ではと苦言を呈されており、量産性の高いモビルスーツ開発の方に予算を回そうとする様子も見られます。百式は非可変機として完成したものの、可変機として設計された名残としてハイブフレキシブルバインダーなどを搭載しているので機動性が高く、さらにクワトロが登場することからピーキーな設定が施されています。百式はグリプス戦役終盤で大破しましたが、機動戦士ガンダムダブルゼータではマイナーチェンジした2号機がガンダムチームに配備されました。なお、開発コードデルタの可変機への挑戦は続き、宇宙世紀0090台にはガンダムデルタ界やデルタプラスとして再設計されていくことになります。また、百式が開発される頃、アナハイムエレクトロニクスはティターンズへハイザックを提供していましたが、エウーゴ向けの新型機を開発しているという嫌疑をかけられていたため、その追及を回避するためにティターンズへマラサイを無償提供しています。なお、模型雑誌モデルグラフィックス別冊ガンダムウォーズプロジェクトゼータによると、デルタガンダムの前に開発コードイプシロンエプシーガンダムが開発されています。装甲剤ガンダリウムガンマをさらに改良したガンダリウムイプシロンを使用した機体で、単独での中距離航行が可能なものの、製造コストが膨大なので実際は製作されず、設計データを流用してデルタガンダムが開発されています。ただし、これはあくまで模型雑誌の独自設定と位置づけられている機体です。百式が実戦投入された後、可変機の開発に難航するアナハイムエレクトロニクスは非可変機のプロトタイプゼータガンダムを開発しました。頭部の形状が百式型の X1、リアス型の X2、メモ型の X3 の3機が製作されています。この頃、シロッコが独自設計した可変機メッサーラが現れたことで、可変機への夢を諦めきれないアナハイムエレクトロニクスは、クワトロから送られたガンダムマーク2の余剰パーツとガザシーのデータを徹底分析します。こうして完成したのが MSA005 メタスとなります。なお、メタスは可変機のトライアルとして開発されたので耐久性が低く、量産化が見送られた機体ですが、後にゼータガンダムにメタスの変形機構を取り入れた後継機 Z2 となり、ディゼルへとつながっていきます。メタスの完成によってトランスフォームシステムを確立できたと考えていたアナハイムエレクトロニクスですが、この頃すでにティターンズの可変型モビルアーマーギャプランやアッシマーが戦場に現れており、さらに大型の可変モビルアーマーサイコガンダムも登場しました。こうして可変機でありながら高火力やサイコミを搭載したモビルスーツを目の当たりにしたアナハイムエレクトロニクスが技術の粋を集めて完成させたのがゼータガンダムとなります。ゼータガンダムカミーユ行きます。開発コードゼータ MSZ006 ゼータガンダムはガンダムマーク2のムーバブルフレーム技術とリックディアスなどに用いられた装甲材質ガンダリウムガンマ、そして完成した可変機向けムーバブルシステムにカミーユリ弾のアイデアを採用して完成しました。また簡易サイコミュバイオセンサーを搭載してパイロットの脳波制御で機体のコントロールが補助できるようになりました。こうしてついにウェイブライダーへの変形が可能な機体として完成したゼータガンダム1号機はカミーユの登場機としてグリプス戦役を戦い抜き、さらに柔道やルール化などとともに第一次ネオジオン戦争でも戦いを繰り広げていくことになります。アナハイムエレクトロニクスはゼータガンダムが完成したことでゼータ計画の目的である次世代の可変モビルスーツ開発を達成しましたが、ティターンズの新型機が続々とロールアウトされていたことに危機感を持ち、さらなる高性能機の開発に取り組みます。こうしてゼータ計画の先にアナハイムガンダムと呼ばれるギリシャ文字を冠したガンダムが開発されていくことになりました。まず開発コードイータ MSZ007 レイピア1です。書籍ガンダムウォーズプロジェクトゼータに登場し、レイピアガンダムやゼータレイピア1とも呼ばれる機体です。レイピア1はゼータガンダムの発展型にあたるものの、ゼータガンダム開発部署とは別のリックディアス開発チームが可変モビルスーツ開発競争の中で製作した機体であり、運用実績はありません。なお、
量産型ゼータガンダムと同じ型式番号になっています。次に開発コードシータ MSZ010 ダブルゼータガンダムです。ゼータガンダムよりも高火力高出力な機体を追い求めるアナハイムエレクトロニクスは、モビルスーツバイブルによると、過去のデンドロビウムを参考にしてプロトタイプダブルゼータガンダムとプロトタイプダブルゼータガンダム B 型を開発します。プロトタイプダブルゼータガンダムは2機に分離可能な分離合体機構の検証用の機体になっており、2型とも言われるプロトタイプダブルゼータガンダム B 型は頭部のハイメガキャノンをはじめとしてハイパービームサーベルやダブルビームライフルの試作型を装備した高出力兵器の検証用になっています。プロトタイプダブルゼータガンダムは分離合体検証実験の際に暴走して爆発する事故があったので、ダブルゼータガンダムにはコアファイターとドッキングさせるコアブロックシステムが採用されました。こうして分離合体機構と高出力兵装を組み合わせた機体としてダブルゼータガンダムが完成しましたが、ネオジオンがニュータイプ兵器を投入してきたので、アナハイムエレクトロニクスはエウーゴからさらなる強化を求められました。この時アナハイムエレクトロニクスはニュータイプ研究に出遅れていたので、新型機を開発するよりもダブルゼータを生かす強化パーツを開発する方が現実的だと判断します。そこでダブルゼータガンダムは強化型ダブルゼータへ改修され、さらに武装や装甲を追加したフルアーマーダブルゼータガンダムになっていきます。ダブルゼータのパワーなら戦艦だって一発でやっちゃうぞ。一方でダブルゼータガンダム開発時にはもう一つの開発コードがありました。それが開発コードイオタ MSA0011 スペリオルガンダムです。スペリオルガンダムは究極のガンダムを目指してダブルゼータガンダムと同時に開発されました。ダブルゼータガンダムと同じくコアブロックシステムと大火力兵装に加えて、モビルスーツの無人化を最終目標とする制御 AI アリスが搭載されています。スペリオルガンダムが4機が製作されましたが、高コストであることやダブルゼータガンダムと同時期に開発されたことで、ダブルゼータガンダムにエース機の座を奪われたため量産にはつながりませんでした。お前なんかじゃこのスペリオルガンダムの動きについてこれねえんだよ。その次は開発コードシグマ MSA014 ガッパガンダムです。シグマガンダムという名称で伝えられている機体で、ゼータガンダムとダブルゼータガンダムを組み合わせたような外観であり、上半身はシグマアタッカー、下半身はシグマフライヤーへの分離合体が可能です。ガンダムセンチネルで型式番号が与えられ、宇宙世紀0093と0095に相次いだ木星圏におけるネオジオン残党の反乱に投入されたという記録が残っています。そして開発コードラムダ MSA0012 ラムダガンダムです。模型作例やイラスト等は存在しておらず、具体的なスペックや全身の外観がどのようなものだったかは発表されていません。ただしラムダガンダムとスペリオルガンダムの構造を組み合わせることで、ガンダムセンチネルに登場する量産機ネロが開発されています。こうしてギリシャ文字を開発コードとするアナハイムガンダムの開発が進行していく中、この次にはサイコフレーム試験機ミューガンダムが登場することになります。ミューガンダムはデザイン画が公開されていませんが、機動戦士ガンダムナラティブではミューガンダムと同世代の失敗作に改修を施した機体ナラティブガンダムが登場しており、アナハイムエレクトロニクスはサイコフレーム搭載機の開発を進めていくことになります。あんまり生真面目にやってるとバカ見ちゃうよ。このようにアナハイムエレクトロニクスはジオン系技術者が多かった中、ゼータ計画を発動しエウーゴに協力した結果、ガンマガンダム、デルタガンダムに始まり、メタスで初めて可変機の開発に成功しました。そしてその先にゼータガンダムを生み出して計画完了かと思いきや、混沌たる戦況からさらなる高性能モビルスーツを求めてダブルゼータガンダムやスペリオルガンダムを開発する流れになりました。その中でエウーゴがティターンズに勝利し、地球連邦軍が再び新スペースノイド派に傾いたことから、アナハイムエレクトロニクスはその力を強め、連邦系ジオン系の双方の技術を結集して両陣営兵器を供給する死の商人としての名を強めていくことになります。そんな中、アナハイムエレクトロニクスは大きな課題に直面しました。モビルスーツが恐竜的進化を遂げたがゆえに生産コストが上がり、利益を圧迫するようになったのです。そこで製造コストを下げるために新たな改良機が模索されます。その中の一つがイガズリです。ゼータガンダムのコストダウンを図るべく、
簡易変形モデルとして開発されたので、脚部以外の可変機構を省略し、バックウェポンシステムを装着して巡航形態を取る設計になりました。しかし、結果的にコスト高は解消できなかったので、当初は試作の1機しか作られませんでした。また、月面都市フォンブラウンの工場では、リガズイのような簡易型可変機の開発の他に、ギリシャ文字を冠した機体の一つとして、ニューガンダムが開発されます。これはニューガンダムファーストロットと呼ばれており、アムロが自分の専用機として、歴代のガンダムタイプモビルスーツの性能の平均値を参考にして開発を進めた機体であり、いわゆるサイコフレームが搭載される前のニューガンダムとなります。こうしてニューガンダムの開発が進行する中、シャアはネオジオンの立ち上げを着々と進めていました。月の裏側に位置しており、ジオンにゆかりのあるもう一つの月面都市グラナダの工場にて、ディラ動画の量産やサイコミを搭載した新型モビルスーツの開発を進めます。さらに漫画機動戦士ガンダム逆襲のシャアビヨンドザタイムでは、シャアはとあるニュータイプ研究所を訪れており、そこには素材そのものにサイコミ機能を持たせる研究を行う七井ミゲルがいました。研究所が連邦の弾圧を受ける中、七井はシャアに導かれ、スイートウォーターでサイコフレームの研究を進めていくことになります。こうしてサイコフレームのテストを行うにあたり、サイコフレームの試作品が搭載された機体が開発されます。その一つがシャア専用ディゼとなります。この機体は漫画機動戦士ガンダム MSVR ジョニー・ライデンの機関に登場しており、金銭面で不安を抱える初期の新生ネオジオンにスポンサーから寄付された機体とされています。もともとはシャア専用として開発されたわけではないものの、結果的にシャアのみが登場することになった機体です。ディゼは地上用にリックディアスをカスタマイズした機体ですが、本機はディゼを宇宙で運用できるように改修し、火力強化型リックディアスともいえるシュツルムディアスのバインダーやディラ動画用の装備を施しています。作中ではサイコフレームの使用によって破損してしまったので、スペアパーツに換装されました。こうして改修された機体がディゼトラバーシアとなります。ヤクト動画を思わせる剣部のファンネルポートシールドやメガ粒子砲を内蔵したシールドを装備しています。またサイコフレームは別の機体でも検証が行われています。それが機動戦士ムーンガンダムに登場するサイコガンダムマーク4 G ドアーズです。強化人間の運用ノウハウを持つティターンズの残党にシャアがサイコフレームのアイデアを提供して完成させた機体であり、サイコフレームで構成されたサイコプレートを搭載しています。データ収集後はロンドベルに通報し、アムロが登場するリックディゼに始末させました。こうしてサイコフレームの検証を行う中、同時にアクシズ軍の技術も取り入れてサイコミュ兵器の検証も進めていきます。まずディラ動画をベースとしてサイコミュ検証を行うべく開発されたのがディラ動画サイコミュ試験型となります。本機はアナハイムエレクトロニクスではなくネオジオンが開発した機体となります。これはディラ動画アクシズ軍が所有していた R ジャジャの技術を組み合わせた機体であり、両肩にファンネルを搭載しているほか、サザビーのように腹部に拡散ビーム砲を備えています。しかし本機はサイコミュの小型化ができておらず、さらに機動性に難があったので新型機の開発を進めました。そのためこれ以降アナハイムエレクトロニクスが開発を委託される形になります。こうして次に完成した機体がヤクト動画とバルニルになります。まずバルニルは高い機動力を誇る機体に仕上がりました。しかしサイコミュシステムが安定しなかったので失敗作という扱いを受けます。ただし後にムーンムーンに漂着した G ドアーズの頭部とサイコプレートを装着してバルニルガンダムヘッドとなり、ムーンガンダムへ回収されることになります。またバルニルの失敗を踏まえてサイコ動画が企画されます。この機体はサイコミュシステムを安定させるために機体が大型化されており、バルニルが頭頂高 20.9 メートルであるのに対し 29.2 メートルになりました。しかし最終的にサザビーが誕生したことからモビルアーマーへの設計変更が行われ、推進剤を含めると100メートル以上のある大型モビルアーマーアルパージールとして完成しました。アルパージールは逆襲のシャアの劇中でクエスパラヤが登場し、邪気を放つ存在としてアムロの前に立ちふさがっています。次にヤクト動画です。パラレルワールドを描く
ベルトーチカチルドレンでは同じ立ち位置でサイコ動画、別名サイコミラ動画として描かれる機体です。サイコフレームを搭載した結果、サイコミシステムの小型化に成功し、バルニルと同等のサイズでありながらも安定した性能を持つ機体に仕上がりました。しかしそれでもシャアの要求を満たすことはできなかったので、製造されたのは2機だけにとどまり、サザビーの開発が進むことになります。なおシャアがテストを行った1号機が予備機として扱われ、最終的にケースが登場することになり、そのデータをもとに開発された2号機にはギュネイが登場することになりました。また後年の機動戦士ガンダムユニコーンではクエス機を修復した袖付き仕様が登場しています。こうしてヤクト動画の開発を経てサザビーは完成しました。なお漫画機動戦士ムーンガンダムではサザビーを組み立てる中でのモデルの一つであるサザビー初期試験型も登場しています。サザビーはサイコフレームを搭載したことで高い追従性を誇り、さらに高火力を持つ機体に仕上がりました。なおベルトーチカチルドレンではシャアはサザビーの代わりにナイチンゲールに登場し、シャーズカウンターアタックモビルスーツバリエーションの設定ではサザビーの改良機としてナイチンゲールが開発されています。また改良機としてのナイチンゲール開発の先にアルパージールの発展機ベータアジールが開発されたとも言われています。こうしてグラナダ工場ではサイコフレームを組み込んだ高性能モビルスーツ開発が進められていきましたが、一方で連邦はサイコフレームを持たないニューガンダムやリガズリー、いわゆる情けないモビルスーツしか開発できていませんでした。そんな中シャアはフォン・ブラウン工場側にサイコフレームを提供します。情けないモビルスーツと戦って勝つ意味があるのか。こうして開発されたサイコフレーム試験機がミューガンダムとナラティブガンダムになります。ミューガンダムはデザインが公開されておらず、サイコフレーム試験機ということしか明かされていない機体であり、ナラティブガンダムは同じくサイコフレーム試験機でありながらミューガンダムと同世代の失敗作とされる機体です。ナラティブガンダムは宇宙世紀0097を描いた映画機動戦士ガンダムナラティブに登場した機体ですが、元々の開発時期はニューガンダムより前なので、運用された劇中ではすでに旧式と化しており、さらに元の性能も優れているというわけではないので、追加装備で無理やり性能を上げて戦っています。こうしてサイコフレームを持たないニューガンダムにナラティブガンダムの技術を取り入れて完成したのがニューガンダムとなります。ニューガンダムは火力を重視したサザビーとは対照的に内臓火器を減らし、バランスの良い機体として完成しました。またベルトーチカチルドレンではアムロは別デザインのニューガンダム、通称ハイニューガンダムに登場し、シャーズカウンターアタックモビルスーツバリエーションの設定ではニューガンダムの改良機としてハイニューガンダムが開発されています。なお漫画アナハイムレコードではハイニューガンダムのようなファンネルラックに接続する方式の方が機体やファンネルが安定するものの、開発日数がかかってしまうので機体の完成を急がせるため、ニューガンダムの簡易的なファンネル取り付け構造を選んだことが描かれています。ニューガンダムは伊達じゃない。こうして機動戦士ガンダム逆襲のシャアでは、アムロはニューガンダムに、シャアはサザビーに登場し、最後の戦いを繰り広げていくことになるのでした。アムロとシャアの戦いはアクシズショックと呼ばれる奇跡によって終わりを告げましたが、第2次ネオジオン構想終結後、アナハイムエレクトロニクスは自社を大企業へ導いた影の立役者ビスト財団と共に、アクシズの軌道をも変える強大な力を持つサイコフレームの解明に乗り出すべく、ニューガンダムとサザビーを開発した2つのチームを統合した特別チームを編成します。また同時に地球連邦軍は宇宙世紀100に向けて UC 計画を発案します。 UC 計画とは、ジオン共和国が自治権を放棄する宇宙世紀100年をもってジオニズム、すなわちニュータイプ思想を排除するというもので、ニュータイプ神話を打ち砕くためのシステムニュータイプデストロイヤーを組み込んだモビルスーツユニコーンの開発をアナハイムエレクトロニクスへ委託しました。こうしてUC 計画で開発された最初の試作モビルスーツがシナンジュスタインとなります。どことなくガンダムに似た形状を持つ本機はムーバブルフレームの一部にサイコフレームを採用し、サイコフレームの強度や追従性の実証実験が行われています。なお最終的に2機が強奪に見せかけて袖付き2乗とされており、1機は袖付きの主海フルフロンタルの専用機としてシナンジュに改装され、もう1機は
ゾルタン・アッカネンの搭乗機として不死鳥狩り作戦に投入されました。こうしてシナンジュスタインによって検証を行った後に開発されたのがユニコーンガンダムとなります。ユニコーンガンダムはムーバブルフレームの全てをサイコフレームに置き換えた機体として完成しました。まずアナハイムエレクトロニクスによってユニコーンガンダム1号機とその2号機バンシーが開発されており、1号機のみラプラスと呼ばれる特殊システムが組み込まれています。劇中ではバナージリンクスが登場する1号機は袖付きとの数々の戦いを繰り広げながらラプラスの箱の謎に迫っていきます。一方でバンシーはラプラスの箱の解放阻止を目論むマーサビストカーバインによって再調整されたマリータが登場し、バナージたちの前に立ちふさがりました。また終盤では1号機は追加装備を施したフルアーマーユニコーンガンダムへ改修され、バンシーはアームドアーマーなどを追加したバンシーノルンへ改修されて、リリーが登場して戦いを繰り広げていくのでした。こうしてラプラス事変で驚異的な性能を見せつけた2機のユニコーンガンダムは人類には扱いきれない技術的得意点シンギュラリティ1とされ、表向きは解体と封印の処置が施されましたが、それとは別にユニコーンガンダム3号機フェネクスが存在しました。フェネクスはビスト財団の関わりを防ぐためにアナハイムエレクトロニクスではなく地球連邦軍が独自に組み上げた機体です。バンシーとの合同評価試験中に暴走して行方不明になりますが、機動戦士ガンダムナラティブでは奇跡の力を見せつけ、最終的にどこかへ消えています。こうして強大すぎるサイコフレームの奇跡の力は封印され、アナハイムエレクトロニクスは再び高性能モビルスーツの開発に着手していくことになり、宇宙世紀王105にはクシージーやペーネロペーをロールアウトします。しかしそれは高性能な代わりに大型のモビルスーツとなってしまったので、軍事費の高騰を招いており、小型化を提唱するライバル企業サナリーが台頭したことで、一転して小型モビルスーツ開発へシフトせざるを得なくなっていきます。ゼータ計画以降のアナハイムエレクトロニクスは、ゼータ計画の先にコストダウンを図るべく、フォン・ブラウン工場でリガズイのような簡素変形型モビルスーツを開発し、さらにニューガンダムファーストロットを開発しました。一方でグラナダ工場ではシャアとナナイがもたらしたサイコフレームを組み込んだシャア専用ディジェが誕生し、そこからディジェトラバーシアに改修され、同時にサイコガンダムマーク4 G ドアーズによるデータ収集が行われます。そしてサイコミュの検証としてギラ動画をベースにギラ動画サイコミュ試験型をネオジオンが開発し、そこからアナハイムエレクトロニクスはサイコフレームを搭載したヤクト動画とサイコフレームを搭載していないバルギルを開発して比較検証を行いました。バルギルは G ドアーズのガンダムヘッドが装着されてムーンガンダムへと生まれ変わり、さらにバルギルの技術を生かしてサイコ動画やアルパージールを開発し、一方でサイコフレームを搭載したヤクト動画はサザビーやナイチンゲールへとつながり、アルパージールにナイチンゲールの技術を組み合わせてベータージールの開発へ派生していきました。この時点でグラナダ工場のネオジオン軍のモビルスーツの方が優れた性能を誇るようにも見えますが、シャアがサイコフレームの情報をリークしたことにより、ニューガンダムやナラティブガンダムを用いたサイコフレームのテストが進められ、伊達じゃないニューガンダムへとつながっていきました。そしてニューガンダムはハイニューガンダムへつながり、さらにサイコフレームの奇跡の力は2つの工場の垣根を越えた特別チームの編成を推し進め、ユニコーンガンダム0号機シナンジュスタインの開発につながりましたが、シナンジュスタインは袖付きに引き渡され、シナンジュとナラティブ版シナンジュスタインに改装され、ニュータイプ神話を打ち砕く UC 計画のもと、ユニコーンガンダム、バンシー、そしてフェネクスの開発へとつながっていくのを、扱いきれない技術として封印され、再びサイコフレームに依存しない高性能モビルスーツ開発へと進んでいくことになりました。この時代のモビルスーツは、敵味方両陣営が全てアナハイムエレクトロニクス社製モビルスーツになっており、まさしく死の商人という名がふさわしい企業になっているのではないでしょうか。あれが新型というやつならアナハイムはやりやがったってことだ。このように宇宙世紀100年以前は戦争の陰には必ずアナハイムエレクトロニクス社の存在がありましたが、アクシズショックの後、ロトの開発をはじめとしてモビルスーツ開発に乗り出した企業サナリーが台頭しました。宇宙世紀王105のマフティ動乱時にはアナハイムエレクトロニクスはクシージーやペーネロペーを開発したものの、年々モビルスーツは
高性能がゆえに大型になっており、軍事費の高騰を招いていました。そんな中、地球連邦軍は宇宙世紀 O111 に開催した次期主力モビルスーツコンペにおいて、アナハイムエレクトロニクス製モビルスーツ MSA0120 とサナリー製モビルスーツ F90 の評価試験の結果、F90 を採用し、地球連邦軍はガンダム F90 の評価試験を行っていくことになりました。こうして地球連邦軍の次期主力兵器の製造から排除されることを恐れたアナハイムエレクトロニクスが、サナリー社製モビルスーツを超える機体の開発を目的として立案した計画がシルエットフォーミュラプロジェクトとなります。ただし、アナハイムエレクトロニクスは連邦の主力モビルスーツコンペで敗れたとはいえ、連邦軍としてもアナハイムエレクトロニクスは必要な存在だったため、実際は裏でつながっており、連邦はサナリーの情報をアナハイムエレクトロニクスに横流ししていました。宇宙世紀 O115 漫画機動戦士ガンダム F90 ファステストフォーミュラにおいて F90 の評価試験が行われる中、その陰で F90 テスト部隊を監視する機体の姿がありました。この機体がシルエットフォーミュラプロジェクトの先駆けとして開発された機体 G カスタムとなります。G カスタムはモビルスーツハーディガンの先行試作タイプとなります。ハーディガンは RGM109 ヘビーガンをベースにサナリーのモビルスーツ F70 キャノンガンダムを再現することを目的として製作された機体です。また G カスタムは MSA0120 の機能のうち瞬間的な出力を約2倍に上げるメガブーストを搭載した機体です。漫画機動戦士ガンダム F90 ファステストフォーミュラの作中ではビームライフルで長距離射撃を行い、MSA0120 の攻撃で窮地に陥るディルライダーのヘビーガンを救う様子が描かれています。その後、ハーディガンの開発過程で生み出されたのがヘビーガン2となります。表向きは正式採用が凍結されたヘビーガンのマイナーチェンジ機体とされていますが、ジョルジョンから譲り受けた F70 のデータが反映され、漫画作中では F90 をはじめとしたファステストフォーミュラ部隊に対して10対10で模擬戦を行う様子が描かれています。なお、この戦闘ではファステストフォーミュラ部隊の一員として後のネオガンダム1号機のパイロットバズ・ラレムソンが F71G キャノンに登場して参戦しています。こうしてヘビーガン2からさらに改良された機体がハーディガンとなります。武装としては頭部バルカン砲、剣部メガマシンキャノン、腰部3連グレネードラック、腕部ダブルビームガン、そしてビームライフルやビームサーベルのほか、バックパックに外光系ビーム兵器を持ちます。次にシルエットフォーミュラプロジェクトで開発された機体として G キャノンマグナがあります。G キャノンマグナは F71G キャノンサナリーの技術を導入して完成した機体です。サナリーは F70 キャノンガンダムを完成させ量産化を進める方向でしたが、連邦軍から量産能力や製造コストが要求を満たすことができないと判断されてしまったため、長年のモビルスーツ供給実績を持つアナハイムエレクトロニクスに生産が委託されました。こうしてサナリーが開発した F70 キャノンガンダムをもとにアナハイムエレクトロニクスが製造した機体が F71G キャノンでした。しかしアナハイムエレクトロニクスは G キャノンの生産を行うにあたり、基礎設計はサナリーが行っていたことから技術ノウハウが確立できなかったので、非合法にサナリーの技術投与を行いました。こうして完成したのが G キャノンマグナとなります。本機には新型の小型熱核反応炉が搭載されており、大型のキャノン砲を搭載しているものの高い運動性を発揮する機体に仕上がりました。武装としてはまず両肩にビームキャノンを装備しています。F91 が装備するベスラーに匹敵する性能に仕上がっており、さらに下方に展開すればブースターとしても使用可能となっているほか、換装してマシンキャノンにすることも可能とされています。また両腕部にダブルビームガンを装備しています。その他の武装としては設定上はビームライフルとビームサーベルも存在しますが、ビームサーベルは収納場所がはっきりしていないようです。次にシルエットフォーミュラプロジェクトで開発された機体としてはシルエットガンダムがあります。F90 はおろか、サナリーがF90 の先に完成させた F91 のデータまでも登用して完成させた本機は F91 のクローンを製作することが目的なので、機体バランスが F91 にかなり近くなっています。ただしフレームはヘビーガンと同等のものであり、フレームに問題があることが示唆されています。歴代のガンダムを開発した企業にしては
お粗末な気がしますが、小型化に相当苦労したということなのかもしれません。F91 は、バイオコンピュータを搭載した機体として完成しましたが、アナハイムエレクトロニクスは、バイオコンピュータを完成させることができなかったので、シルエットガンダムには、バイオコンピュータの代わりに、パイロットの技術や癖を読み込んで、バランスを調整する高性能教育型コンピュータが搭載されています。また、量産化を見越して誰でも動かせるモビルスーツを作り出すためのプログラム、マニューバコントロールサンプリングサポートシステムが搭載されているので、モビルスーツの動きに制限がかかるようになっています。漫画機動戦士ガンダムシルエットフォーミュラ91の作中では、クロスボーンヴァンガードと遭遇した際に、機体の制約がかかっていたので苦戦を強いられていましたが、パイロットのトキオランドールは MACSS をカットして本来の性能を取り戻し、デナンゾンを撃墜しています。武装としては F91 のクローンだけあって似た兵装となっています。まず固定武装として頭部バルカン砲、剣部にメガマシンカノンを持ちます。ハイブバックパックには2機のビームサーベルとベスバーを搭載しています。ベスバーはサナリーの技術を投用して完成させた武装ですが、F91 のベスバーに内蔵されている大規模コンデンサーの解析ができなかったため、シルエットガンダムのベスバーは本体から分離して使用することができなくなっています。専用のビームライフルとビームシールドを持ちますが、アナハイムエレクトロニクスはビームシールドのノウハウを持っていなかったので、形状が F91 のものとは異なっています。また、設定上の武装としては、右前腕部に取り外し可能なビームスプレーガンを持ち、左前腕部にはヘビーマシンガンが搭載されています。時は映画機動戦士ガンダム F91 の約1ヶ月前、アナハイム試験艦ブレイウッドはシルエットガンダム担当のエンジニアアイリス・オーランドを同乗させ、月の裏側の暗礁宙域ゼブラゾーンでハーディガン、G キャノンマグナ、シルエットガンダムのテスト運用を行っていました。そしてテストが終盤の頃、クロスボーンヴァンガードのダークタイガー隊と遭遇し、交戦するところから物語が始まります。ブレイウッドはなんとか撃退に成功しましたが、エンジンの損傷が激しく、修理を行うべく近くのコロニーに立ち寄りました。コロニー内でギラドーガの襲撃を受けますが、ハーディガンのパイロットケビン・フォレストはこれを撃墜します。そしてギラドーガのパイロットレイラ・ラギオールがネオジオン残党であり、過去の連邦軍の襲撃によって両親を亡くしていることを知りました。そして時を同じくしてコロニーに連邦軍のバズ・バレムソン大佐が率いる戦艦エイジャックスが到着します。そこでアイリスが見たものは2機のネオガンダムでした。アナハイムエレクトロニクスは F91 と同等の性能を持つシルエットガンダムが完成したことから、シルエットフォーミュラプロジェクトは一応達成したものの、次期主力モビルスーツ開発メーカーの座に返り咲くためには圧倒的な性能を持つモビルスーツ開発が必要と考えました。そこでシークレットフォーミュラプロジェクトを立ち上げ、これに基づいて開発した機体がネオガンダムとなります。ネオガンダムは運用データ回収やパイロットの生還率向上のためコアブロックシステムが採用されています。コアファイターにはビームサーベル兼用ビームカノンが搭載されており、コアファイターの武装としてだけではなくドッキング後に使用することも可能なほか、バーニアもドッキング後にはメインスラスターとして機能します。なお同時期にサナリーは F93Y クラスターガンダムを開発しており、似て非なるコアブロックシステムが採用されていますが、書籍ガンダムモビルスーツヒストリーかボリューム6によると、特に技術的なつながりはないとされている一方で、漫画機動戦士ガンダム F91 プリクエルの作中ではサナリーの面々が逆に非合法に入手したネオガンダムのテスト運用の映像を主張しながら、自社の F93Y クラスターガンダムを投用した機体であると非難する様子が描かれています。ネオガンダム1号機は漆黒の機体であり、ガルムソンがブッホコンツェルンから入手したネオサイコミュシステムが搭載されています。これはラフレシアにも搭載されているシステムで、機体とリンクすることで手足を使わなくても操縦が可能になります。2号機は白系統の機体であり、従来と同じ操縦系統となっています。武装としては専用武装 G バードを持ちます。これは F91 のベスバーに搭載されている大規模コンデンサーの技術がアナハイムエレクトロニクスでも確立したことから実現した兵装です。100式のメガバズーカランチャーのように機動力を補助することが可能で、
小型でありながら高出力を誇ります。漫画作中では一撃でエイジャックスを沈める様子が描かれています。ちなみに水星の魔女でキャリバーンが登場した際にはキャリバーンの武装を見て G バードだという声が上がる様子も見られました。またビームシールドはシルエットガンダムと異なり F91 のような腕部と一体化した小型デバイスになりました。作中では TOKIO はかつての上司でもあるガレムソンからネオガンダム2号機のテストパイロットに任命されますが、ガレムソンがジオン残党狩りを名目に虐殺を行う人物と知っていたためこれを拒否します。さらにブレイウッド隊がクロスボーンヴァンガードと交戦したのは偶然ではなく、戦争を作り出すために連邦とアナハイムエレクトロニクスの上層部が仕組んだことだと知ります。そして同じくエイジャックスで捕らえられていたアイリスと共にネオガンダム2号機を強奪して脱出しました。またシルエットガンダムに登場したレイバーは両親の敵であるガレムソンの姿を見つけて逆上します。こうしてネオガンダム1号機で追撃してくるガレムソンに対し TOKIO とレイバが戦いを繰り広げます。死闘の果てに TOKIO はネオガンダム2号機を羽交い締めにしてコアファイターで脱出し、その隙にベイラとの連携で撃破しました。そしてその後この事件はアナハイムエレクトロニクス上層部によって事故として処理されたのでした。なお漫画機動戦士ガンダムシルエットフォーミュラ91の物語はこれで終わりとなりましたが、もう一機のガンダムが存在します。それがシルエットガンダムカイとなります。こちらは MJ 誌で連載されていた小説版に登場する機体です。ブラックタイガー隊との交戦の後、TOKIOのシルエットガンダムは月面のアナハイムエレクトロニクス社にたどり着くものの大破してしまったので徹底回収され、シルエットガンダムカイとして蘇りました。本機は胸部装甲が強化され剣部が変更されているほか、ジェネレーターの出力が向上しています。武装としては右腕部のビームスプレーガンの代わりにグレネードランチャーが搭載されています。ビームライフルは重心が長くなり連射機能が強化されました。またベスバーは開発されたばかりのネオガンダムの G バードのノウハウがフィードバックされた新型ベスバーが搭載されているのでより強力になり、さらにスラッサーが追加されたので機動力も高い機体に仕上がっています。なお漫画機動戦士ガンダムシルエットフォーミュラ91で描かれるゼブラゾーン事件は地球連邦軍の一部の官僚とクロスボーンヴァンガードのジレフ・リューガー大佐によって仕組まれていた事件とされています。ジレ大佐とはカロッゾロナの腹心であり、ラフレシアプロジェクトを知る数少ない人物とされています。映画機動戦士ガンダム F91 の劇中ではバヌとラフレシアについてザビーネシャルから問い詰められた際に、私は感知していないと言っていると白を切り通し銃で撃たれました。映画内ではどこまで関与しているのか分かりにくい人物でしたが、スマホ用ゲーム機動戦士ガンダム UC エンゲージではまさかのバグを両肩に搭載したジレ専用のベルガギロスが登場しているので、今後他作品でもラフレシアプロジェクトやシルエットフォーミュラに関わる重要人物として登場するかもしれません。その後ガンダム F91 の世界である宇宙世紀123年では主力モビルスーツであるガンダム F91 などはサナリー製となっており、アナハイムエレクトロニクス製モビルスーツはジェガンやヘビーガンといった機体しか使用されていません。性能面でクロスボーンヴァンガードの機体に劣っており苦戦する様子が描かれていました。またクロスボーンガンダムシリーズでは同じくサナリー製のクロスボーンガンダム系列機や連邦軍では F91 などが主に登場しています。さらに漫画鋼鉄の7人では宇宙世紀王136スピードキングが登場しました。こちらは光の翼を持つ大型の機体ですが、サナリーのマザーヴァンガードの残骸をかき集めて作った実験機です。サナリーにはイカロスと呼ばれており、実験に失敗したように見えたことから笑われていましたが、これを用いてトビアたちは木星まで1週間でたどり着いています。このようにサナリーが F91 を開発して以降、一見目立った機体がないようにも見えるアナハイムエレクトロニクスですが、機動戦士ビクトリーガンダムに登場するジェムズガンやジャベリンはアナハイムエレクトロニクスが開発した連邦軍の次期主力モビルスーツとされています。ジェムズガンは宇宙世紀王119に連邦軍に正式採用された機体ですが、当時はパイロットからは
戦闘用ではないと苦言を呈されている上に、生産も遅れていたので、目立った運用が見られませんでした。また、ジャベリンは、ジェムズガンのフレームをベースに開発された機体で、プロトタイプが O122 に地球連邦軍に承認されています。この2機は、主に、機動戦士ビクトリーガンダムの舞台となる O153 に登場しているものの、すでに旧式と化しています。ただ、汎用性の高さなど、量産機としての優位性があるということで、この時の地球圏で、最も配備数が多いモビルスーツとされています。このように、サナリーの台頭後、アナハイムエレクトロニクスは、連邦軍の兵器開発の最大手を担ってはいるものの、周辺企業への OEM 供給や、対抗企業との共存共栄を図るようになっていきました。そして、開発拠点も分散していったので、モビルスーツの生産メーカーは特定できず、ゲリラ的な戦力調達が可能になっていきます。そのため、O153 に登場したビクトリーガンダムなどは、アナハイムエレクトロニクスとサナリー両方の特性を持ち、リガミリティアが独自に開発した機体として完成しています。ということで以上、アナハイムエレクトロニクスの歴史全集でした。宇宙世紀のモビルスーツにとっては欠かせない企業であるアナハイムエレクトロニクスですが、漫画ジョニー・ライデンの期間では、実は軍事が生み出す利益は会社全体の収益からすれば大したものではなく、民生用モビルスーツや作業機械の方がよほど稼いでいると語られており、軍事産業以外にも力を入れていることがわかります。なお、アナハイムグループで一番の売上高を誇るのはソーラー事業とされているので、宇宙活動の全体の基盤を担っているようです。他に、機動戦士ガンダムサンダーボルトでは、アナハイムエレクトロニクスこそ諸悪の根源だとして、殲滅しようとするダリル・ローレンツと、その計画を阻止しようとするイオ・フレミングの最終決戦が繰り広げられています。物語がクライマックスに達して、アナハイムが本性を表しているので、まだの方は、ぜひご覧になってはいかがでしょうか。今回は、これで以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければ、もう一本、動画を見ていただければ、とても嬉しいです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。